ハロー皆さん、ジュンラブジョイです。今回の With Love and Joy エピソード14のゲストさんはあれいないあれバーン中田一平でーす。一平ちゃん来たどうもよろしくお願いします。ありがとうございます。出演してくれてありがとうございます。どうもないと思う。嬉しい。一平ちゃんと2回ぐらい一緒に共演したこと一緒に現場でお会いしたことあるで、とっても好きな男優さん。いやもう嬉しい。では質問しちゃうぞ。全然いいぞ。何年やってるんですか？これはねもう13年になるのかな。あ、13年。あ、なるほど。で、その前の仕事は何されたんですか？僕ね居酒屋の店長だったの。かっこいい。そう、居酒屋の店長からすごい男優になったってどうやってそのきっかけが？きっかけがね、居酒屋の店長だった時に、最後ね、辞める時に上司と喧嘩しちゃったのね。でいろいろあって上司がガーって言ってきたから、でその上司がね、こんな店そんなんだったらね、明日から俺がやった方がいいよお前の店とかって言うから、でじゃあお願いしますっつってジンって切って、で引っ越しの準備して事業を出して会社がもう会社自体でもブラック店長ではなかった。ブラック店長ではなかった。よかった。もうねすごいアルバイト100人ぐらいいたんですけど、みんなねとにかく会社があんなだったから、よく言ってたんだよ。だからもうみんながね一番大事なもの、例えば勉強とか、夢があってね、歌手目指してる子とか、そういう子たちの一番大事なものは一番守ってあげるから、お店のこと2番目に考えてよっていう。かっこいいね。そういう店長、いやそういう店長のことを聞いたことない。かっこいい。いいね。じゃあ店長の仕事辞めて男優さんになったそのきっかけとは何ですか？店長を辞めたから仕事しなきゃいけないじゃない。生きるためでも何でもいいやと思って、工場の派遣社員っていうのをチラシで見っけて、これでいいやと思って今までね、こうみんなの前でいらっしゃいませとかやっても、急に工場でこうやって梱包してずっとこれをね、イメージ想像しづらい。そうわおやる仕事になって、すごい好きだったから、じゃあ1回ぐらいなんか出てみたいな。何これやりながら1回ぐらい出てみようか出てみたいな。かっこいい。それで当時、メーカーさんの素人男優の募集ぶっかけたんですよ。知る欄に。そうでそれが好きだったんですよ、見るのが。でこれやりたいと思ってぶっかけたいと思ってできるか分かんないけど、ほんで応募してメールで、そしたら返事来て何月何日あるんで検査を受けてください、検査代は出しますと。でだからよし、じゃあ1回ぐらいもうダメ元で、まあねギャラもそんないいギャラじゃないから気楽にね最初だし行ってみようと。でもそれで検査を受けて近くのその皮膚科泌尿器科みたいなところに行って「すいませんなんかちょっとなんかこの間ちょっと変な人と遊んじゃってなんか嘘ついた意味ない変な人と遊んじゃってちょっと不安なんでこれとこれとこれとこれの5項目当時5項目詳しいこのお兄さん。当時5項目だったよ。そうそれを検査してくださいっつったら先生っぽい。いいね、演技うまい。でこれは別に必要ないと思うよとかっていやとりあえずその5個なんか持ってきてくれって言われてつって最初はだからそれで皮膚科で普通の病院で検査受けて社会保険でね。でそれで受けて行ったのが最初。でその現場でもが好きだったけどなんか見るとやるは全然違うじゃん。だからその当時なんか緊張してたです。行くその前の日はもう寝れなかったね。おーノー、寝ないと。どうなってんだろうと思って買いに行って、なんかねすごい実は
怖いお兄さんとかがいてみたいな、私も考えて、そうでどっか連れてかれちゃって、分かる。なんか、そういうのじゃねえよなとか思いながら、で行ってみて、そのね確か昼過ぎに来てください、でさ、もうないスタジオなんだけど、こうビルのねこういうスタジオで4階か5階建てぐらい運動になった。その螺旋階段で何階って書いてあるなと思ってこう階段を見たら、そこからさ10人ぐらい降りてくるわけ前のシーン終わったその人たちが、そうだけどもうこの人たちだぶっかけてきたんだね、そのシーンで20人30人いるわけですよ。でそのちょこん座ってで、じゃあ1人ずつシャワー浴びてください。でもうじーっと待って、それでもう出番ですってなったで、やっぱ第3とジョイさんがこう絡んでる最後の方で、なんかぶっかけるみたいなシーンだったの。それずっと見てるわけですよ。うわっ、もう丸見えじゃない、モザイクないから、本当に出るとかさと思って、すげえと思って、もう極まっちゃって、最初だったのに、もうね早く出したんだかけていいんだこれで、人の生で見て全部見えて、おまけに綺麗な女優さんにぶっかけていい、なんで今までこんなの知らなかったのテンショックもうショックだと思ってないから。でも風俗とかねちょいちょい行ってたから、そうすると金払わなきゃいけないじゃん。確かに。お金をちょっとだけどもらえてぶっかけられるこんな素敵なの今まであったんだと思って早く知ればよかった。そうでも入り口はそれ、入り口はもうそれがきっかけで、でそれからもう月に1回とか2回その現場が来るのが楽しみで、工場でもうずっとこうやってで頑張ってたいつかまた美人をぶっかける。そうぶっかける貯めてね14日ぐらい貯めていくから好き。そうすごかったでしょ。もうそれがきっかけだね。でもいいデビューの話で、ね、自分でもすげえってで、もともと舞台とかやってたから、だから聞きたかった。ハートがねそんなに弱い方じゃないから、全然もうみんないてももう全然だってさで、いっぺちゃんね、その舞台もともとやってた。なるほど。なんか結構業界で、多分ノーって言うかもしれないけど、演技うまいいっぺちゃんってみんな言う。さあほら出た。でも本当にメイクさんも監督もいっぺちゃん本当にうまいとか本当に面接も終わりも純ちゃん誰が好きとかいっぺちゃんの名前出すときに演技うまい、でもこれはドラマじゃないって感じそうね。で、じゃあ演技もうまいけど自分自身でどういうものを撮るのが好きとかどういう役やるのが好き？これね別に優等生じゃないんだけど、もうね来た役は、もうほんとね全力でかっこいい、やりますよ。男優の言葉じゃないですか。もうねだからどういうのが好きっていうのは、何が好きとかはまあぶっちゃけて言うと、そういうお芝居の現場じゃない方が楽しい時あるよね。そうなの？そううまいな。ただ自分でさカメラ持って撮りみたいな。好きなんだ。そう意外でしょ。意外。いや本当に上手。そういうとこあんまりないんですけど、月にね1本とかたまにあって、それはなんか本当のね終始エロいかっこいい。やっぱ芝居が入るともう、エロスイッチに切り替えるのがね結構大変なんですよ。そうでドラマの方が多め。ドラマのものだと3分の2とかになる。じゃあ AV 業界の中に自分に一番向いてる部分とは何ですか？向いてるものとか。やっぱそういうドラマの時に、例えば
ね、ラブジュも分かると思うけど、その台本が完全じゃない時あるじゃん。もちろん、イエス。スケジュールも完全。そういう時にそれでも40分いろいろ話して物語作ってやんなきゃいけないっていうような現場の時はすごい役に立ってるなと思う。設定だけでなんとかなるでしょ、ゆっぺいちゃんならとかって言われると、じゃあ女優さんとちょっと打ち合わせしてじゃあこれで素敵。でもいいね、初めてそういう答えで。素敵。そういう時に自分がやっててよかったんだなとか思う。私もそう思う。いっぺいちゃんまた来たと思ってたから、いっぺちゃんハローじゃあ逆に向いてない部分とは何ですか？でね、よくだから向いてる向いてないで言うと、俺はね向いてないと思うんですよ、って仕事は。今もう辞めちゃったんですけど、花岡ジッタさんって大夫さんがいた、で何回も共演して一緒にやったこともあるんだけど、あの人見てると、俺向いてないなって思う。わもうすごいんですよ。もうエロいことしか考えてないもうだからドラマとか、監督がもうあれだよって60分回すから、すぐはめちゃダメだよって、最初はこう尺稼いで30分ぐらいしてからはめるんだよっつって分かってるよとかっつって、かっこいい感じもでとかで俺とジッタさんと女優さんでその監督から指示が出て「用意スタート!」って思うんですよ。で5分もしないうちに「俺入れてやるよ」とかっつってそういう人が俺向いてると思うね。指示聞かないと女優さんに迷惑ですよ入れたくなって入れちゃうっていうね。でも面白い。いやでもゆっぺちゃんがちゃんと指示切ってくれるから向いてると思うなるほどね。ちょっとだから優等生すぎんのかなとかね、やっぱお芝居がねあるから。でも求めてると思うよ、その芝居の部分だから読んでる、ネトラレなものとかね、だからそう考えると普通のねみんなが思ってるような男優さんとはまたちょっと違うのかなとは思う。でもいろんな種類あるんじゃないですか、なんか激ピストンボーイとかイケメンとかなんていう爽やか、あとね何発も出せるとか、そうそう、ね、そういう人すごい出せる人そうが出るとかね。一回しか見たことないこのブルーアイズでジャパンってすっごいわと思うそうなのよ。だからそういう人は向いてるなって思うけどじゃあ、業界、特に男優さんになりたい人に対してアドバイスとかありますか？アドバイス、まず顔を出せること、あとはなんて言うんだろう、今ね若い子とかでも結構多いんだけど、若い子でも残ってる人たちって頑張ってなるの、なりたいなりたいなりたいっていう人よりも本当に残ってる人ってなんか違う風な、そこまでないっていう人の方が残ってる。わあ、意外。なるほど。なんかねこう頑張りすぎちゃって結局要はいっぱいね何発も出せりゃいいやとか、立ってればいいやとか、でそういうだけじゃないんだけど、やっぱそういう風になっちゃうと結構みんな挫折しちゃう人が多いかな。なるほど。あんまり、僕もそうだったんだけど、やっぱなりたいなりたいと思ってなれるもんじゃないんじゃないかな。じゃあ男優の仕事やりながら他のこと頑張った方がいい。頑張っててなんかスキルとかそういうのやってるうちに気づいたら、なんか男優の仕事がいっぱい来ちゃってみたいな。でも確かに、だって別にマネージャーさんいないじゃないですか。自分で仕事ももらうから、自分で受けて自分でスケジュール管理してとか、結局ねただしたいだけだと、最初のうちはいいけど、やっぱ仕事はだんだん来なくなっちゃう。確かでずっと全部そこに頼りするとお金なくなる時にちょっと大変かもしれないから、なるほど、いいアドバイスを。現実リアルだから、やっぱ男優もしなりたかったらなんか、男優のこともやりながら、やっぱもっと自分を磨いていく方が俺はいいんじゃないかなと。素敵、本当にいいアドバイス。それどんな業界でも一緒なんですよ。一緒だと思う。なるほど。いや、本当にいいアドバイスだと思う。本当に。
ね、いつもこの番組で記念チェキ撮ってるんですけど、撮っていいんですか？全然いいよ。やったー、初一平チェキ一平チェキ。いくわよ。はい。パーフェクト。あ、かわいい。あ、かわいい。せー、一平。じゃじゃーん。やった。じゃじゃーん。初一平チェック。チェック。大切にします。はい、皆さん、今回の一平ちゃんのインタビューはいかがでしたか？大丈夫でしたかね。はい、一平ちゃん、出演してくれて本当に Thank you very much。また現場でお会いしましょう。ね。はい、皆さんこの動画ご覧いただき Thank you very much。はい、バイバイ。バイバーイ。一平ちゃんも言った。レア。レア。バイバイ。